ボーカロイド初音ミクを愛するあまり、ミクのパッケージイラストを描きたくてクリプトン社に売り込みをかけていた諸君、こんにちは。諸君と同様にミクのパッケージイラストを描きたがっているライドレックスです。この度初音ミク V6 のパッケージイラストが公開されましたね。ということは諸君も俺も今回は不採用確定なのである。またいつの日か新しいミクが発売される時に再度挑戦しましょう。今月発売される新しい歌声音声合成ソフト初音ミク V6 のパッケージイラストに採用されたのはゲーム業界出身のイラストレーターラムという人物である。彼は有名ボカロ P のカナリアと組んでカナリアのボカロ曲のジャケットイラストを担当している有名人である。カナリアは多数のボカロ曲を発表しているボカロ P であり、その楽曲たちは YouTube 上で数百万再生から数千万再生されている。そんな有名楽曲のジャケットイラストを描いたイラストレーターが初音ミクのパッケージイラストを担当するのは自然な流れであろう。またいつか新しい初音ミクが発売される際には知名度の高いイラストレーターに発注がかかる可能性があるだろうから、諸君や俺のようにミクのパッケージイラストを描きたいと考えている人間は数千万再生されるようなボカロ曲のジャケットイラストを今のうちから描いておくと良いだろう。そうすることによって公式から声がかかる可能性が高まるかもしれない。頑張って数千万再生されるボカロ曲のジャケットイラストを描こうではあるまいか。数千万再生されるようなボカロ P のジャケットはすでに担当のイラストレーターが決まっているだろうから、売り込みをかけて採用してもらうのは難しい。ジャケットを担当したい場合の解決策としては、楽曲そのものを自分自身で作ると良い。自分自身の楽曲のジャケットを自分で描く分には誰にも迷惑はかからないのである。さあ、諸君も初音ミクを購入して作詞・作曲に励みましょう。そして数千万再生を目指しましょう。今回の動画は初音ミク V6 のパッケージイラストを参考にして俺が二次創作した 3D モデルの紹介である。 V6 ミクの 3D モデルを探している人は今から紹介するモデルを使ってみてほしい。現在 Vroid ハブ上にはまだ V6 ミクのモデルは俺くらいしかアップロードしていないようだ。海外の MMD 動画でも V6 ミクの動画は数本しか見かけない。貴重な V6 ミクの 3D モデルを今から案内するので、最後までワクワクしながらご覧ください。それでは早速、V6 ミクのモデルを紹介しよう。今回のモデルは、ブレンダーで一から制作したフルスクラッチモデルである。名称は、ライドレックス式、初音ミク、V6 である。いかがであろうか。ラム氏が普段描いている妖艶で大人びた女性キャライラストの雰囲気を感じるモデルにしたかった。だから幼さが残るロリータ系の普段のミクとは異なり強そうに感じるかもしれない。比較のために元になったパッケージイラストと設定デザイン画を公式サイトからお借りしてきたので並べてみよう。上半身が描かれているパッケージイラストと全身が描かれているデザイン画を比べるとだいぶ見た目に差があるのがわかる。できれば3面図を描いてほしかった。なぜならウォレットチェーンの長さが正面図と背面図で異なっていたりするから、どちらが公式としてデフォルトなのかわからないからである。今回俺が作成したのは二次創作としての 3D モデルだから、キャラクターデザイン画に忠実である必要はない。むしろトレースしたかのように全く同じに作ってしまったらそれは問題である。トレースは盗作であり複製権侵害行為になってしまうからである。原作の絵をトレースして良いのは描いた作者本人だけであり、原作者の許可なく他人がトレースすることはできない。誰にも見せない練習なら問題ないが、トレースしたものをネットで公開したり販売することはご法度である。そういうわけで、二次創作においてはキャラクターデザイン画はあくまで参考資料だから、三面図でなくても良いのだが、パッケージイラストとデザイン図でこれだけ別人に見えてしまう場合、どちらに寄せようかと悩んでしまうのである。今回俺はデザイン画の方に寄せることにした。パッケージイラストの方は昔からよくある立体的に正しく描かれていない美少女絵だからである。いわゆるデッサンが狂っているハンコ絵。
というやつである。手前の左目だけが魚眼レンズで撮影されたかのように大きく歪んでいて、顔面から飛び出した位置に描かれているのだ。俺が過去に描いたイラストで例を挙げるなら、この春の小鳥の初音ミクという絵の顔の部分が立体的ではない絵にあたり、この全身を描いた平行投影の三面図が設計図に向いている正確な絵である。モデリングで立体化するには、パースがついていない平行投影で描かれた三面図が望ましい。設計図というものは、車だろうと建物だろうと、パースをかけない平行投影で描くのが常識である。そうしないと正しい寸法がわからないからである。パースをかけた普通の絵で設計図を描いてしまった場合、その絵が何ミリレンズで撮影した絵なのかをデザイン画の作者に教えてもらわないと、立体を合わせられないし、そもそも何ミリレンズで撮影したものと想定して絵を描いているイラストレーターは少ない。大まかに広角レンズか望遠レンズか、人間の目と同じ50ミリ程度のレンズだという認識を感覚で持っていても、それ以上細かく何ミリレンズを想定していますなどという絵師はほとんどいないであろう。アニメ絵を描くような絵師はいつも同じ角度のハンコ絵を量産しているだけであり、感覚で描いてるだけで、カメラのレンズなんか気にしていないだろう。それどころかデッサンもパースも知らない人だらけだからである。江戸時代の版画を見たらわかるように、日本人の絵は昔からハンコ絵であり、立体ではないのである。パッケージイラストはミクの設定通り、16歳くらいだとしたら、デザイン画の方は20歳くらいに見える。俺は以前から、ラム氏のイラストが好きで注目していたから、彼が得意な女性の絵について、年齢層が高めであることを知っている。わかりやすく言えば、彼が描く女性の絵は、妖艶で派手な20代半ばくらいの女性で、キャバクラで働いていそうな気の強い女性である。ロリータ系の初音ミクとは真逆であり、大きな胸を突き出して目を見開き、口を開いて、悪寒米をしているような女性の絵である。これは悪口ではない。俺自身もそういう絵が好きだし、俺が描いてる絵も配色が派手で、好みが分かれる絵だからな。そういうわけで、今回はラム氏の本来の絵に近い、デザイン画に寄せることにした。パッケージのミクはラムっぽくないから、クレジット表示を見るまで彼の絵だとは気づかなかったくらいである。視聴者の中には、この 3D モデルが過去にこのチャンネルの動画で紹介した自主制作作品、セクシーロイドシリーズの女性型アンドロイドに似ていると感じる人もいるかもしれない。だが、今回は一からモデリングしたから、セクシーロイドのスタイは一切使用していない。俺は過去に作ったモデルを改変したり、原作の絵をトレースしたりせずに、ブレンダー上で自分のバランス感覚でモデリングしたのだ。どうやら、俺が手癖優先でモデリングすると、こういう雰囲気になりがちだということが判明した。紙の上に絵を描いても、特に意識せずに自由に描いた場合、俺の絵は昔からリアル寄りになりがちだから悩んでいるのだ。過去に仕事で発注された絵がリアル寄りだったり、昔から好きでよく見ていた先人たちの絵がリアル系のものが多かったからだろうな。リアルといっても、今の俺の絵はデフォルメされたアニメ絵であって、絵の業界ではこういう絵をリアルとは言わない。頭と目が大きく、肩幅と腰幅が狭く、足が長い美少女絵である。俺が若い頃に影響を受けた絵師は、フランスの幻想絵画の巨匠、ジェラール・ディマシオ、イギリスの絵本画家のアーサー・ラッカム、ヴァンパイア・ハンター D やファイナルファンタジーのイラストで有名な天野義高、伝説のオーガバトルやタクティクスオーガのキャラクターデザインで有名な吉田明彦、SF のメカデザインならアップルシードや広角機動隊で有名な四郎正宗、ハリウッド映画のメカデザインで有名なシドミード、この辺りである。絵柄を真似したわけではないから、彼らの絵とは似ていないが、感性に影響は受けているはずである。今紹介した作家たちの絵は、どれも書き込みが多い。そして色数が少ないモノトーン調の絵である。俺の絵はどちらかというと書き込みが少なくて派手な色使いだから、全く似ていないと感じる人の方が多いであろう。二次創作 3D モデルを作る場合、原作のデザインを自分流のバランスで再構築するわけだが、デザイン画に描かれていない部分については、想像で作る必要がある。今回はスカートの内側や下着、
口の中の状態やウォレットチェーンの接続部分などはデザイン画には描かれていないから、オリジナルデザインで作ることになる。だいぶ話が長くなってきたから、ここからはモデルを作る上で苦労した点を中心にまとめて話そう。今回のモデルはブレンダーで制作したため、Vroid と異なり、衣装に厚みをつけている。苦労した点は、関節部分のメッシュの作り込みとボーンを動かした時の衣装貫通の修正、そして表情シェイプキーの追加である。Vroid の場合は、あらかじめメッシュやボーンはデフォルトで用意されており、それらを変形してモデリングするからエラーは出ないわけだが、ブレンダーでフルスクラッチする場合は、すべて自作しなければならない。関節の部分を上手に作って、きれいにメイトを塗らないと、素肌が衣装から飛び出したり、股関節を大股開きさせたりすると、メッシュがぐちゃぐちゃになったりする。それをどの方向へ関節を動かしてもきれいに動くように修正を繰り返すことに時間がかかる。何十回もやり直しが発生する。モデリングに興味がなかったり、キャラクターに興味がない人なら発狂してしまうような苦痛な作業である。今回は素体を一から作ったため、50回くらい修正を繰り返してやっとうまくいった。表情変化のシェイプキーについても、フルスクラッチの場合はモデルに合わせてその都度、一から作らなければならないから時間がかかった。あいうえおの口の形、目をつぶる形、右ウィンク、左ウィンク、喜怒哀楽、驚きである。VRM0.0 と VRM1.0 でこれらのシェイプキーの名前の付け方が異なるから、そこも調整が必要だ。そういう細かい設定がたくさんあるので、モデリングは形だけを作ってはいおしまいとはいかないのである。リギング作業の方がモデリング作業より時間がかかる場合がある。服を着ていないモンスターのようなキャラなら、衣装貫通が発生しない分、作りやすいのだが、美少女キャラクターは衣装の着替えを行う運用が多いため、衣装と素体の調整に時間がかかる。衣装から体が貫通してしまうことを避けたいからといって、服に隠れている体の部分を消去してしまうわけにもいかない。体を残した上で、上に着ている服からはみ出さないようにリギングするのが難しいのである。素体の体を消去してしまうと、露出度の高い水着姿に変身したりできなくなるからである。このようにモデリング作業はよほど根気が強い人でなければ、発狂して二度とやりたくないと逃げ出すであろう。どんなに高額な作業報酬を上げると言われても逃げ出す人は逃げ出す。納品締め切りに間に合わせられるのは普段毎日モデリングを続けている人だけである。たまにしかモデリングしない人は手順を忘れてしまったり、変換に必要な関連プラグインの使い方を忘れて、一から学び直す必要が出てくる。新しいモデルを作るたびに衣装貫通が発生するから、それぞれの衣装に合わせて何十回も修正作業を繰り返して、エラーが出なくなるまで立ち向かわなければならないのだ。今回の新しいミクモデルで苦労した点は以上である。このモデルはライドレックスの Vroid ハブで公開されており、ハートマークをつけることで Vroid 対応ゲームアプリ内でモデルを利用できる。また、より広い範囲で利用したい方は、ライドレックスのブースからモデルをダウンロード購入することで、Vroid 対応ゲーム以外でも利用できるようになる。例えばゲームエンジンやブレンダーに読み込んでアニメやゲームを作ったり、Vroid スタジオに読み込んで衣装を着せ替えたりといった自由度が増すのである。このモデルを同人作品内で利用したり、配信番組内で使用するにはダウンロード購入した方が良い。Vroid ハブ上での共有には制限があり、少ない種類のゲーム内でアバターとして使える程度だからである。ゲームアプリ内で実際に使用された方は、感想などコメント欄にてお知らせいただきたい。今月発売される初音ミク V6 の歌声音声ソフトを使ってミュージックビデオを作る予定の方は、ぜひこのモデルを素材として使ってみてほしい。それでは、今回の動画は以上である。また次回の動画でお会いしましょう。